皆さんこんにちは、パルです。今日も先生のポッドキャストを聞きに来てくれてありがとうございます。今日は何人かの方がコメントでくれていた名古屋弁についてお話ししようと思います。名古屋弁っていうのは名古屋の方言で先生の話す方言でもあります。で、大体有名で人気がある方言って関西弁だと思うんですけど、何人かの方が名古屋弁に興味を持ってくれているみたいですごく嬉しいです。先生は名古屋弁の完全なネイティブなのではい、しっかりとした名古屋弁講座をしていこうと思いますが、今回のビデオで全部紹介しきれないので第1弾として今日は、ポッドキャストを撮ろうと思います。で、方言となると、レベルがね、ちょっと高い話になるので、今回は N2、N1 レベルぐらいな感じで、いつもより少し早めに話をしようと思います。はい。ではですね、まず、みんなそもそも、名古屋って日本のどこにあるか知っていますか？名古屋っていうのはまず愛知県の中にある市です。愛知県の名古屋市になります。で、愛知県は日本の大体真ん中に位置しています。ちょうど真ん中ぐらいですね。で、愛知県には名古屋ともう一つ超有名な町があります。みんな知っていますか？愛知県といえば？はい。豊田市ですね。豊田市。はい。みんな豊田市と聞いて思いつくもの一つないですか？トヨタといえば？車ですね。はい。この豊田市と車のトヨタはもちろん関係があります。豊田市にトヨタ自動車の本社があって、もともとは衣市っていう名前だったんですけど、この、トヨタ自動車がどんどん発展していって成長して、でその功績を称えて名前を豊田市に変更しました。はい、愛知県はなかなか有名な町があるんですね。で、愛知県の中には方言が2つあります。一つが先生が話す名古屋弁で、名古屋弁は他にも尾張弁と呼ばれることもあります。もう一つが三河弁です。で、三河弁と尾張弁、何が違うかというと、話されている地域が違います。めっちゃ簡単に説明すると、愛知県の右側、東側が三河弁、西側、左側が尾張弁っていう感じです。で、これは、もともと昔は愛知県の中でね、尾張国と三河国って呼ばれる国があったんですね。そこから、その昔尾張国だった場所は尾張弁、三河国だった場所は三河弁を話すっていう風に分けられました。で、ちょっと違うんですよ。話す言葉もね、実際に違って、先生は名古屋弁だけど、先生のおばあちゃんは三河弁を話します。ただ、お互いに完全に意思疎通できます。言ってることもわかるし、先生も正直話そうと思えば三河弁も話せます。でもネイティブではないかなっていう感じです。聞き取りの方が得意かな。おばあちゃんがね、いつも三河弁話すので、聞くのは全然 OK っていう感じです。はい。まずは名古屋弁がどんな感じなのかっていうのを簡単に今説明しました。では、ここから本題の名古屋弁を紹介していきます。今回はイントネーションは紹介せずに、単語だけ紹介しようかなと思います。まずはみんなが使うってなったら単語の方が簡単だと思うので、ちょっと勉強してみましょう。一緒にね。はい。ではまず、
先生がもうよく使う単語がね、一つあるんですけど、それは偉いです。みんな偉いって聞いたことがありますか？標準語の中では偉いって、例えばテストでいい点数を取って偉いねとか、ね、礼儀正しいとか、ね、そういう子供に対して、君は偉いねとか、そうやって使ったりするんですけど、名古屋弁の中では違う意味があります。はい。ちなみに意味は2つあって、1つは疲れたという意味です。例えば、今日は久しぶりにランニングしたから体が偉いなとか、体がしんどい、疲れたっていう風に使います。これめっちゃ使います。ちなみに名古屋の人は偉いっていうのが方言っていうのに気がついていない人も多いです。それぐらいよく使います。もう一つはとてもという意味で使うこともあります。例えば、この料理えらい美味しい、とっても美味しいとか、もっと強調したいときはどえらいと言ったりもします。どえらい面白いでいかんわ、めっちゃ面白いからなんかダメだみたいな意味でも使ったりします。はい、みんな疲れたときはえらいと言ってみてください。そしてもう一つですね。社交です。二つ目は社交。みんな知っている通り、先生は車が大好きなんですけど、もちろん車を運転するには免許が必要ですよね。じゃあ免許を取るためにまずどこに行きますか？社交です。はい。社交っていうのは車の学校と書いて社交です。普通は、自動車学校って言ったりしますね。はい。名古屋では社交とみんな言います。はい。先生も普段も社交って言いますね。はい。それから、今日は単語だからどうしようかな。じゃあ次はお金を壊すです。お金を壊す。みんなお金を壊すって聞いたら、お金を壊す？大丈夫？って思うかもしれないんですけど、名古屋弁のお金を壊すの意味は両替するという意味です。例えば、この1000円札、この1000円100円に壊して、100円に両替してっていう意味ですね。はい、こういう風に使います。これも先生、最近ガチャガチャがすっごく好きなんですけど、ガチャガチャするときにいつもお金ない、壊さなあかんって言ってます。これもね、よく使えますね。はい。それから今は冬なのであんまりないんですけど、パーパーという単語です。パーパー。パーパーっていうのは、扉とか窓とかが開けっぱなしの状態をパーパーと言います。例えば、窓をパーパーにしとったらあかんよ。パーパーにしてたらダメだよ。そんなにね、すっごい開けてたらダメだよとか。で、もっと強調したいときはパーパカパーっていうのもあるんですけど、先生はパーパーをよく使いますね。そんなパーパーにしておかないでとか、今でも使ってますね。はい。それから次、シャビシャビです。シャビシャビ。これは料理に対して基本的に使うんですけど、例えばこのカレーライスね。このカレーシャビシャビだとか。シャビシャビっていうのは水っぽいっていう意味を指します。なのでこのカレーシャビシャビって言ったら、カレーが水っぽくてなんか味が薄いみたいな感じ。なんかいい意味ではあんまり使わないですね。はい。シャビシャビとか、あとはトキントキンですね。トキントキン。この鉛筆トキントキンっていう風に使ったりします。トキントキンっていうのは尖っている。
っていうのを表す言葉です。これもその程度によってちょっと変わるんですけど、まずは時々、次がときんときん、その次がとっきんとっきんっていう風に変わっていきます。尖れば尖るほどとっきんとっきんっていう風になります。はい。あとはですね、じゃあ、あと2つにしようかな。あと2つ紹介します。まずは、ドベですね。ドベ。ドベっていうのは、ビリ、最下位という意味があります。例えば、今回のテスト、クラスでドベだったって言ったら、クラスで最下位だったっていう意味になります。ドベもね、名古屋ではよく使えますね。で、例えば、下から2番目とかだったら、ドベ2とかっていう使い方もしてました。今はわかんないですけど、先生がまだ学生の時はそういう風に使ってました。はい。じゃあ今回最後一つにしますね。はい。ちょっと悪い言葉ですけど、たわけです。たわけ。はい。みんなたわけって、これは使わないでほしい名古屋弁なんですけど、たわけっていうのは、バカ野郎という意味です。はい、名古屋ではたわけなんだけど、発音するときはたわけで発音することが多いです。で、この野郎たわけとか、あんまり使わないでほしいですけど、先生の父親は昔よく使ってましたね。今でもなんかすごい脳内再生されます。たわけってよく言ってたなって感じですね。はい。さっきも言ったんですけど、使わないでくださいね。別にいい言葉ではないので、意味をね、知ってくれれば、それで OK です。はい。じゃあ、今回はこんな感じで、いくつかの名古屋弁を紹介しました。超有名どころは逆に外してます。結構、普段使うよっていう方言を今回は紹介しました。みんながね、使ってみたい方言がもしあったら、ぜひ使ってみてください。名古屋出身の友達とか、名古屋出身の人がね、周りにいたら、使ってみてください。びっくりされるかもしれません。では、こんな感じで、第2弾、第3弾と、もしみんなが興味があれば、紹介したいと思うので、ぜひまたコメントしてください。はい。では今回はここで終わりたいと思います。じゃあ今日も皆さん先生のポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。みんなが名古屋弁を使ってくれると先生も嬉しいです。喜びます。ではまた次のポッドキャストで会いましょう。じゃあまたね。バイバーイ。